こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときはYouTube の設定ボタンを押してください。皆さんが好きな食べ物は何ですか？皆さんは好きな食べ物を食べるとどんな気持ちになりますか？ぜひ日本語で考えてみてください。ということで今日の話題は私の好きな食べ物です。私が好きな食べ物はいくつかあります。例えば餃子、納豆、味噌汁、インド料理、果物などです。でも私の好きな食べ物の話を全部すると動画の時間が長くなってしまいます。私が好きな食べ物はいろいろあります。でも今日はその中から一つだけ選びます。そしてその食べ物の話をします。私が好きな食べ物は餃子です。皆さんは餃子を知っていますか？餃子。餃子は中国の食べ物です。そうですよね。間違っていたらごめんなさい。餃子は中国の食べ物ですが、日本ではとても人気のある食べ物です。餃子が好きな日本人はたくさんいます。日本ではスーパーやコンビニで餃子が買えます。日本ではスーパーやコンビニで餃子を買うことができます。あとはラーメン屋や食堂に行けば餃子を食べることができます。食堂はレストランと同じ意味です。それは違うという人もいますけど、食堂はいろいろな料理が食べられるお店のことです。ですから食堂とレストランは同じ意味です。あと日本には餃子だけを売っているお店がありますし、餃子の自動販売機もあります。自動販売機というと飲み物を買う機械というイメージがありませんか？でも日本では自動販売機で餃子を買うことができます。餃子の自動販売機の数は飲み物の自動販売機よりも少ないです。とにかく日本ではいつでもどこでも餃子を買ったり食べることができます。でも私はベジタリアンです。なので一般的な餃子は食べられません。一般的な餃子は肉を使っています。私はベジタリアンなので肉を食べることができません。ですから私は餃子を食べたいと思ったとき、肉を使わない餃子を作ります。私は餃子を作るとき、肉ではなくて豆腐を使います。
私は餃子を作るとき、肉の代わりに豆腐を使います。豆腐。豆腐は大豆からできている食べ物です。これが豆腐です。豆腐は柔らかい食べ物です。私が餃子が好きな理由を話します。私は餃子の味が好きです。餃子を作るとき、キャベツ、ニンニク、生姜、ニラという野菜を使います。これらの中で、ニンニク、生姜、ニラは食欲が出る匂いと味がします。食欲は食べ物を食べたいという気持ちのことです。それらの野菜、ニンニク、生姜、ニラの匂いや味は私に餃子をもっと食べたいと思わせます。餃子の味を説明することはとても難しいです。でも、とにかく美味しいです。私が餃子が好きな理由は他にもあります。餃子は私の母がよく作ってくれた料理でした。私は子供の時に母の作った餃子をたくさん食べました。母はいつも美味しい餃子を作ってくれました。だから私は餃子が好きになりました。今も餃子が好きです。でもあんまり食べないですね。餃子を作るのは大変です。餃子を作るには時間がかかります。だから私はたまに餃子を食べます。この話の初めに私は皆さんに質問をしました。皆さんの好きな食べ物は何ですか？きっと何かあるはずです。では、どうしてその食べ物が好きですか？日本語で考えてみてください。次に、美味しいという言葉について話します。美味しいは日本語の教科書で勉強する言葉ですね。美味しいはフォーマルな時もそうでない時も使うことができます。美味しいという言葉は仕事の時でも友達と話す時でも使うことができます。でも日本人は美味しい食べ物を食べた時に美味しい以外の言葉を使う時もあります。例えば、うまい。うまいはいろんな漢字があります。このように書きます。この中で美味しいという意味のうまいはこの2つです。この2つの漢字が美味しいという意味を持っています。うまいはどちらかというとカジュアルな言葉です。ですから友達など仲がいい人と話すときに使うといいです。うまいですと言えば少し丁寧な言葉になります。でも美味しいですという言葉の方が丁寧です。そうですね。仕事で話したり、年上の人と話すとき、うまい、または
うまいですという言葉を使っても良い時もあります。でも、美味しいとか美味しいですと言った方が絶対に失礼になりません。例えば皆さんはカレー屋で働いているとします。そして皆さんはお客からこのお店のおすすめは何ですかと聞かれました。皆さんが働いているお店は野菜カレーがとても美味しいです。なのでお客にこのお店は野菜カレーが美味しいですよと言った方がいいです。もしお客にこの店は野菜カレーがうまいですよと言っても問題はありません。大丈夫です。でも日本人にとってはうまいより美味しいの方が丁寧に聞こえます。どちらかというと日本人は丁寧な言葉を話す人が好きです。日本人は丁寧な言葉を話す店員が好きです。日本人はそういう人が多いので、仕事の時は美味しいという言葉を使った方がいいと思います。ちなみに私はうまいと美味しいどちらも使います。私は夫と食事をしているとき、うまいとかうまということがあります。うまはうまいよりももっとカジュアルな表現です。絶対に仕事で使わない方がいいです。例えば私は何かの料理を久しぶりに食べました。それが美味しいと思った時にうまとかうまいと言います。例えば私は餃子が好きですが、数ヶ月に一度しか食べません。先ほど話しましたが、餃子を作るのは大変だからです。私は久しぶりに餃子を食べると、うまいとかうまと言います。私の場合はそういう時にこの言葉を使います。または私は初めて食べた食べ物が美味しくてびっくりした時にこれうまなどと言います。美味しいという言葉も言いますけどね。でも私は年上の人と話したり仕事の時は美味しいという言葉だけを使います。もちろんそうじゃない人もいます。いつもうまいという言葉を使う人もいれば、美味しいという言葉だけを使う人もいます。両方使う人もいます。ちなみに私の母は美味しいという言葉しか使いません。あと、美味しいの代わりに最高という言葉も使えます。最高。この場合の最高は味がとてもいいという意味です。例文。母の作る料理は最高だ。これは母の作る料理はとても美味しいという意味です。最高はいつでも使えます。年上の人と話すときや仕事の人と話すときは最高ですと言った方が丁寧です。例えば私は
仕事の上司からこんな質問をされました。来週、妻の誕生日なんだけど、どこかいいレストラン知らない？私はこう答えました。それなら、駅前のレストランがおすすめです。あそこのステーキは最高です。こんな風に使います。最高は美味しいと同じ使い方で大丈夫です。何かを食べて美味しいと思いました。いつもは美味しいと言うけど、最高と言っても大丈夫です。美味しい、うまい、最高はどれもほとんど同じ意味です。ちなみに、美味しいの反対の言葉はわかりますか？美味しくないです。敬語では美味しくありませんと言います。そして、まずい。これも美味しいの反対の言葉です。最高は何かを食べてとても美味しいと思ったら使う言葉ですね。でも何かを食べて美味しくないと思ったとき、最高じゃないとは言いません。これは間違った言葉です。最高じゃないは正しくない言葉です。そういうときは美味しくないという言葉を使います。例えば、このケーキはあまり美味しくない。今日の朝、スープを作った。でも、塩を入れすぎたから美味しくなかった。などのように使います。間違った言葉。このケーキは最高じゃない。今日の朝、スープを作った。でも、塩を入れすぎたから最高じゃなかった。これは変な言葉です。何かを食べて美味しいと思ったとき、うまいという言葉を使うことができます。何かを食べて美味しくないと思ったとき、うまくない、うまくありませんと言います。でも、うまいじゃない、うまいじゃありませんとは言いません。これは間違った言葉です。このカレー、うまくないね。あの居酒屋の料理はあまりうまくありませんでした。などのように使います。間違った言葉。このカレー、うまいじゃありません。あの居酒屋の料理はあまりうまいじゃありませんでした。これは間違いです。正しくありません。まずいという言葉の使い方について話します。まずいは直接的な言葉です。直接的な言葉。直接的な言葉は使い方に気をつけないと失礼になる言葉という意味です。直接的な言葉は人を悲しませたり怒らせる言葉というニュアンスです。まずいという言葉を使うときは気をつけた方がいいです。まずいよりもあまり美味しくないと言った方がいいと思います。ちなみに美味しいとうまいには別の意味があります。この2つの言葉には自分にとっていいという意味が
あります。この2つの言葉には自分にとって都合がいいという意味があります。例えば、私がネットで仕事を探していると、1日で簡単に20万円もらえるバイトを見つけました。でも、私はこう思いました。そんなうまい話があるわけない。世の中にそんなに美味しい話はない。簡単に20万円を稼げるなんてありえない。これは危ない仕事だ。こう思いました。これは実際に日本で問題になっている話です。日本では20万円はとても高いお金です。これがもし10万円だったとしても同じです。日本では10万円はとても高いお金です。日本では20万円を稼ぐにはたくさん働かないといけません。日本で1日働いて20万円もらえるバイトはとても怪しいです。簡単にお金を稼げますとか、簡単に10万円、20万円もらえます。そういう仕事は危ないです。日本ではそんなに簡単にお金をもらえる仕事はありません。ですから私はそんなうまい話があるわけないと思いました。これはそんな都合がいい話はないという意味です。そんなはそのようにと同じ意味です。日本にはそのように都合がいいバイトはありません。もし皆さんが日本で働くとき、そういう仕事は危険なので気をつけてください。そういう簡単にたくさんのお金を稼げるバイトは犯罪の仕事が多いです。気をつけてください。私の好きな食べ物の話からちょっと違う話になってしまいました。ということで今日はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。